あとね、TA のアルバイト。これアルバイト動画もし先に出してれば、ちょっとそっちで詳しく説明したと思うんですけど、大学院生っていうのは、なんかその自分が入ってる大学から、アルバイトをいただけるんですよ、大学院生は。自分がついてる担当教授から最初ご説明くださると思うんですけど、TA っていうティーチングアシスタント、教授のアシスタントですね。なんか普段のね、授業のお手伝いしたりだとか、大学学部生の試験、中間試験、期末試験の、ちょっと補助っていうのはだから試験監督とか、あとカンニング防止の見回りとか、あとプリント配ったりとか、そういうことをやります。あと試験のね、採点とかそういうのをやったりとかもやってたかな。でね、時給がかなり高くて、時給1500円ぐらい。結構高めですよね。多分入る大学によって金額も違うと思うんですけど、私の大学はそれぐらいでした。授業のお手伝いはね、すごい楽で、最初になんかこう出席欠席とかを取ったりとか、あと教授が来るまでの全部準備ですよね。広い行動が授業を受ける行動があるところを、なんかちょっといろいろとなんか変なもの入ってないかなとかチェックしたりとか、最初の準備と、あと最後の後片付けと、あとプリントを配ったりとか、そういうのとかプリント集めたりとかも全部やってたかなと思います。あとね、ついてる先生の学部生いるじゃないですか。だから大学院生だけがその先生についてるわけじゃなくて、大学生たちもその先生のゼミ取ってたりするから、大学生のゼミの生徒とかとも結構交流があって、一緒にね、いろいろ飲み会参加させてもらったり、ゼミの旅行連れてってもらったりとか、結構楽しかったかなって思います。大学生なんだろうな、大して年は変わらない 2,3 歳差とか、だって大学4年生とかの子とかは1歳差じゃないですか。だからほとんど年が変わらなくって、みんな結構楽しくワイワイやってたかなと思います。で、あと何話したいかな。今大学院になんでる人とか大学院入ってる人とか何聞きたいんだろう。修士論文かな。修士論文、そうですね。これはでも書く内容によるし、つく先生にもよっていろいろだと思うけど、でも比較的どの先生についた院生もみんなしんどかった。もう修士論文で苦しんでたのは一緒です。やっぱりね、自分が選んだ自分がやりたいテーマだとはゆえ、思ってた以上に大学の論文みたいに甘くないですね。大学の論文でちょっと今思えば、ある程度こう自分の調べたいこと見つけて、そういった本を何個か文献見て、それをまとめてみたいな、で結論書いてみたいなのです。結構ね、そんなに厳しく通らないこともないかったと思うんですけど、修士論文は本当にね、厳しかった。大学の論文と同じく、中間発表と最後の本発表みたいなのがあるんですけど、中間発表でもね、結構それまでの準備が普通に論文みたいに書いて出すと、なんでこうなの？そもそもなんでこれを調べようと思ったの？世界にいる発展途上国の貧困者のためって言うけど、その人たちのために調べる理由は何っていう、そもそもなんか私の中では貧困改善をするためにこういった貿易のシステムを変える必要があるから調べたいんですっていうのが理由にもうなってると思ったんですよ。でもそれは理由じゃないんですよっていう、まず理由を作る段階からもう結構悩むっていうね。だって私たちの暮らしはそもそも今もうちゃんと成り立ってるから、そこをわざわざなんでするの？それだったら国内の貧しい人たちもいるから、そっちについてを調べるのでもいいんじゃないのみたいな、普通に聞くとへりくつみたいな、なんかすごい聞こえるかもしれないんですけど、いやでもね、これが修士論文なんですよね。もう自分ではっきりと理由をつけなきゃいけないんですよね。でそこからまず引っかかって、でしかも私ちょっと先生に迷惑かけたわ。今ではもうごめんなさいだけど、でも私すごいいい先生についたんですね。最初はすごい優しいけど厳しい先生だなと思ってたけど、厳しさが全部優しさというか、ちゃんときっちりしてる先生だったのなって後で気づく先生の良さ本当に卒業間際でこの先生の良さに気づいたっていうところはあるんですよね。やっぱりね、最初の教授選びがすごい大事だと思う。入れる先生に入ったらいいわって思うとね、後で痛い目見るから、絶対最初のね、教授の先生選ぶときはもう真剣に考えた方がいいと思います。その先生と実際に会ってね、どういう先生かとかよく知ってから、選んだ方がいいと思います。で論文を書いていったんですけど、頑張って私的にはやってるつもりだけど、
どやっぱり毎回のね論文のチェックの日、まあ言ったら大学院のゼミの日なんですけど、ダメこれ調べてないのダメが続くと、かなりのポジティブ人間の私でも結構へこんでくる。途中からもうふてくされてたもん私本当一時期本当にねふてくされてた。なんだよもうダメって言いたくてゼミやってるのかってちょっと怒ってた時もダメですよね、こんな生徒絶対ダメだけど、でもそうなってた。本当にもう自暴自棄になって、修士論文書いてる人は途中病んでくる気持ち分かる人、共感できる人多いと思うんですけど、もう病みまくってた。特に大学院2年に上がって修士論文本格的になってから、つまり普通に単位を取る授業は1年生でほぼほぼ終わっちゃうんですよ。で2年になったらもうあと自分がちょっと取りたいやつと論文に必要な科目みたいなのと、あとゼミ取るぐらいだったから授業はそんなないんですけど、でも授業はそんなない言ったって論文に集中しなきゃいけないから、修士論文に本当にもう2年生は特化するというか、そればっかりになるんですけど、本当にこれ文字数とかページ数で言うと大学の論文より圧倒的に多いんですよ。何倍なんだろう、すごい多いんですけど、ただそこは問題じゃないんですよ。中身なんですよね。やっぱり書こうと思えば適当な内容でどんどん文字数増やせばいいだけだから数は増やせるじゃないですか。でもやっぱり中身が伴ってなきゃいけないし、そう文献集めとかあと資料集めも大変だったんですよね。だから特に海外のジャンルやる人は大変なのが、そもそもそんなに人気じゃないジャンルってあるじゃないですか。そんなにやってる論文を書いてる人が多くないジャンルとかだと、海外の文献とか海外の資料を絶対使わなきゃいけなくなっちゃうから、私の場合そうだったんですよ。私は、発展途上国の貧困の改善をやろうとしてて、でそれについての貿易とかいろいろと流通の仕組みを変えるっていうねジャンルだったんですけど、いやこれがね、そもそも日本でそのジャンルフェアトレードって公正な取引をやってる人たちっていうのが論文あるにはあるんですよ。結構出るんですけど、そんなに多くなかったんですよ本当に。だからそれだけでは全然材料にならなくって、でやっぱりそういう公正取引をやってる団体っていうのは全部海外なんですよ。日本の団体は一部いるけど、そこだけやってんじゃ意味ないから、やっぱり有名な一番大きな団体をいくつかあるのをやらなきゃいけないから、そこのデータを取ってくるのにまずそこのホームページに行くと日本語訳がないじゃないですか。でそこのホームページの日本語訳がない上にその資料も全部英語なんですよ。ひえーみたいな何書いてんの、英語わかん、いや英語言ったってね、私一応中学生の家庭教師やってたから、中学英語まではなんとか大丈夫だけど、高校英語までで持ってるだけでも多分ね読み取れないと思う。だってやっぱりそういう資料って難しい単語とかわけわからん言葉がいっぱい出てくるんですよ。一個一個辞書というか電子辞書でこれ何の単語みたいなのって全部調べて、こう自分で訳入れてとかしてると、もう何百ページあるやつを全部必要ななんか資料を取るために調べて、でしかも結局こんな分厚いの調べてから自分の必要な資料ないわってなると、もうまた次のどっかの団体のやつ調べてとか、もうめちゃくちゃ大変だった。なんか海外の有名な調べてる研究者の方の本とかは意外と日本語訳が出てたりもするんですけど、日本語訳出てないものも多いんですよね。だからそういうのとかから取ってくるのとかもすごい大変だったし、あと回帰分析とかそういうなんかこうソフトがあるんですけど、いろんなソフトを使ってその取ってきたデータを打ち込んで数値を出すっていうそういうのとかをやって、グラフを自分で作ったりだとか、もうそれもすごい大変だった。でもなんか先生からのねいろんなアドバイスを受けながら、私一人じゃもうヘトヘトになってダメだったから、もう先生の助けのもとなんとか作れた感じかな。本当にしんどかったよ。今思い出してももうちょっと涙出るぐらいしんどかった。あの時のねトギママとトギパパにね、大学院の頃の私どうだったって聞くと、多分もう死んでたっていうと、もう本当に毎日お風呂の中でもトイレの中でももうそれしか考えてない。ずっと公正取引なんやかんやとか何やの団体とかそればっかり考えて、もうなんかひとときも休んだ記憶がない。あの時もう本当にご飯食べる時間も惜しんでたから、結構もうガリガリになってたもん。それぐらいしんどかったかな。でも中間発表終わるあたりで
論文は途中なんですけど、ある程度骨組みができてきてからはちょっとね楽しかった。いや、その頃にはね、多分文章力も今まで以上に上がってて、文章書くのも早くなってたし、そこそこの資料とかそういう必要材料が揃ってたから、あとは自分のこう調べたいことを追い詰めて最後の結論を書くみたいな段階に入ってたから、結構そこからはスムーズにというかしんどかったけど、そんなにこっからどう進めようってなってた時よりはちょっと楽になったというか、ちょっと楽しくなり始めたかなって感じで、秋頃にはもうある程度完成してたかな。あとはもうちょっとその論文をきれいにしましょうみたいな形のその論文のもう最終段階に入ってたと思います。で、最後の提出が12月の半ばぐらいだったかな。12月の半ばが修士論文の最終提出の日で、まあ私はちょっと早めに終わったから早めに提出して終わらせたんですね。で、まあそこから最終の発表みたいなのがあるんですよ。私の入ってた大学院の経済学研究科では、だから私がやってるジャンルの専門の先生3人が集まって、私に質問をして、この論文はこう書いてるけどなんでこうなのとか、これじゃ無理じゃないみたいな質問がいっぱい来るんですね。で、それに答えるっていうなんか発表というか、まあ質疑応答みたいな感じになるのかな。それが最終試験みたいな感じですよね。で、それが通った人は、最終的に卒業というか、まあ、修士をいただけるっていう形で終了となります、大学院で。なんとか私もね、中間発表結構うまくいったけど、最終のね発表がちょっとね、一人ねクセ者の先生がいた。この先生見てたら嫌なんですけど、一人ね、なんか私ちょっと苦手な先生がいて、自分がその先生選んだんですけど、その先生のジャンルだったから仕方なかったんですけど、その先生にめちゃくちゃ突っ込まれまくって、結構ね、これ大学院生でも答えるの厳しいんじゃないっていうような難しい質問をすごいされて、私若干半泣きになったっていうか、ちょっと泣いてたと思う本当にね、ちょっとうるっときて、ちょっと涙ポロって途中出た気がするんですけど今思ってもちょっとうるっとくる。でも私の担当教員の先生も3人のうち1人いらっしゃっていてくださって、いやでも何々さんこうだよねみたいな、ちょっと補助入れてくれて、私その先生の優しさにも今泣けるし、でもね、そんな感じでちょっと最終の試験はボロボロだったけど、今までのやっぱり論文のね、やってきたちょっと努力というのはちょっと認めてくれたのかもしれないんですけど、なんとか通ることができて、最後、2年間で、修士を終えることができました。最後賞状というか、卒業証書みたいなのもいただいて、みんなで仲良く卒業できたですね。はい。ただね、これ大学院にもよっていろいろだと思うんですけど、私の大学院の場合だと、入学した時に10名でも10名そのまま卒業終了っていうのはほぼほぼないです。ほぼっていうか、毎回絶対ないんじゃないかな。何人かは途中で脱落したり、だから脱落して辞めてく中退みたいな形の方も結構何人か、私の時もいたし、あと、最後まで頑張ったけどやっぱり論文が通らなくってとか、単位の問題でとか、単位の問題はないかな、やっぱ論文の問題かな。修士論文が通らなくって2年間じゃ卒業できず留年みたいな形になる人も結構いました。私の卒業式の時、結局普通にストレートで2年間で卒業終了した人、私を含めて半分はいたけど多くなかったな。やっぱ毎年多くないみたいです。私の上の学年もそうだったし、でもどうだろうな、やっぱ大学院とか学部とかにもよるんだと思うんですけどね。なんかね、私ね、韓国の大学院に通ってる友達も何人かいるんですけど、日本人の子で聞く話によると、韓国の大学院はストレートで卒業するのだから、2年間で卒業するの相当難しいって聞きました。2年間で卒業できる子なんてほぼほぼいないよって、その子が入ってた学部学科ではそうだよっていう話を聞いて、そうなんだと思って。いや、私ね、日本で私が今まで経験したのは半分ぐらいは卒業するから、普通に。だからやっぱ韓国の方が厳しいのかなっていうイメージはちょっとあります。ただまあ、これも多分学部学科によるんでしょうね。入る大学とかにもよるだろうし、そんな感じかなでもね、大学院は私ね、入った時はもう厳しすぎてしんどすぎて、私が今まで生きてきた中で一番しんどい時期、勉強ですね。もう本当に勉強漬け
けでしんどかった時期だったから、私はその時は大学院入るんじゃなかった、勉強したいことはあるけどここまで厳しいとついていけないよってなる人がほぼだと思うんですけど、いやでもね、終えてみて数年経ってみるとやっぱ入ってよかったなって思う。クマさんに出会えたとかそういうのはまあ置いといて、そうじゃなくって大学院ってね、すごい頑張るとこだっていう、私はそういう経験をしたから、とにかく自分が一つのことに集中して嫌なことも乗り越えるすごい頑張った時期だったんですよ。だからまあその時に身につけたものって大きいなって思ってて、その時にやった勉強の内容が今どう生かされてるかっていうと、その研究した内容自体は特にそんなにね普段日常生活で使うことなんてないんですけど、でも今でもその研究内容とかやったこととかどういう団体がいるとかそういう知識はそのままもうすごい残ってるし、何年も死ぬまで多分残ってるだろうと思うし、その時に努力した自分ですよね。文章力もついたし、いろいろと考える力っていうのかな、なんか私はその2年間はすごく濃い2年間だったからこそ入ってよかったなって思いました。もちろんそこからね博士課程次4年間進む、もう本当に専門ですよねに行く人もいるだろうし、そこから就職する人もいるだろうけど、私結構良かったなって思います。まあそんな感じかな。本当にねもっと詳しい内容を話そうと思えば質問されれば何か覚えてる範囲で答えれるんですけど、今私が一人でペラペラ喋るってなるとそんな感じですかね。なんかそんな詳しい内容をねいろいろと説明できたわけじゃないから、大学とかね学部学科によってもいろいろ例外があると思うし、システムも違うと思うからどれだけの参考になったかわからないですけど、とりあえず私が知ってる限りでいろいろとお話ししてみました。これがあくまでも大学院の全てだとは思わないでほしいです。一部の例だと思って軽く聞いてもらえてたら嬉しいです。またね、質問とかいろいろあれば生配信とかで答えた方がいろんな方の質問に答えるっていいのかなとも思うのでね、またそのご要望とかがあればコメントに書いてもらえればと思います。以上、とぎもちの大学院についてのお話でした。